ペンネームもんもんさん、40代の女性から届いた相談です。こんにちは。いつも大御章の一問一答の様々なお悩み事と回答を自分のことのように深く聞き入れ、自分に照らし合わせていろいろと考えさせていただいております。私にも長年の悩みがあり、ご回答くださるかどうかはわかりませんが、胸の内を聞いていただけたらと思いメールをいたしました。私はちょうど大御和尚と同じ年齢の主婦です。こんな年もかかわらず、お恥ずかしながら私は誰かの話を聞いていて、すぐに理解したりすることが苦手だったり、聞かれたことに対してちぐはぐな答えをしてしまったり、自分のことを聞かれているのにすぐに答えが見つからず、相手に嫌悪感を与えてしまうことが多々あります。そのため、友達はいるにはいるのですが、なんとなくどこにいても少し浮いた存在になってしまったり、時々馬鹿にされるような、軽くあしらわれるようなことを言われたり、会話に違和感があるためか、気がつくとなんとなく人が遠ざかっていったりしています。そうなるのが怖くて、他人と会話をしているときに緊張してしまって、余計なことを言ってしまったり、加えて物事の優先順位を決めるのも大の苦手で、精神の病気なのではないかとさえ思います。こんな自分がとても嫌で、そして他人との関係がそんな風にいつもギクシャクしてしまうのが怖くて、最近人からされる前に自分から他人との関わりを遠ざけるようになってしまいました。私には子供が2人おり、来年には2人とも受験、上の子は大学進学を考えているので、家計の足しにパートに出たいのですが、そんな理由で仕事場でも失敗ばかりしてしまったり、人とギクシャクしてしまったらと思うと、怖くて働く勇気も出ません。きっと周りの人たちや義理の父母などはいつまでも働かない私のことをただの怠け者だと思っていると思います。こんな私は一体どうしたらいいのでしょう。せめて人並みに会話や物事への理解力、いろいろなことへの処理能力が欲しいです。和尚様からこんな私に何か知恵をお貸しいただけましたら幸いです。己が罪咎を指摘し、過ちを告げてくれる聡明な人に会ったのであれば、その賢い人に付き従え、隠してある財宝のありかを告げてくれる人に付き従うように、そのような人に付き従うならば、良いことがあり、悪いことはない。ダンマパーダというお釈迦様の教えを記した経典の一節です。モンモンさんの救いは何かというと、自分の愚かさを自覚しているということ。多くの人が自分ができると思っている。多くの人が自分はバカではないと思っている。多くの人が自分はアホではないと思っている。けれども、モンモンさんは自分が愚か者だと思っている。それがとても大きな救いです。愚かであるのに自分が愚かであると自覚していない人は、人の話を聞き入れません。人からの指摘を受けたくない。言われたくない。注意されたくない。指示されたくない。そう言って、自分が愚かであることを棚に上げて、賢き人からのアドバイス、賢き人からの注意、それを避けてしまうんですね。けれども、もしモモンさんが本当に自分が、人並みに理解できる人になりたいと、皆さんと調和していきたいと、自分の愚かさを自覚してそう願うのであれば、モモンさんに必要なのは何か、賢き人と出会うことですね。どこかの職場に行って、
そこに自分よりもずっと経験のある人、自分よりもずっと手際よく仕事をなさる人、自分よりも深くその仕事の意味を知っている人、そういう人に付き従うこと。これが自分に良いことをもたらしてくれるんです。処方箋です。もんもんさんぜひね、うまくできるかどうかわからない、失敗してしまうかもしれない。そして自分が役立たずでまた人に迷惑をかけてしまうかもしれない。そう思えばこそ思い切って仕事を自分で見つけて出て行ってください。家の中にずっとこもって自分の能力が上がることはありません。外へ出て、そしてもちろんいろいろなお仕事がありましょう。自分がこの仕事したいと思っても採用されないかもしれない。けれども、それが人と関わる仕事であれ、あまり人と関わらない仕事であれ、一回何かのお仕事をして、もしどうしても合わないなと思うんであれば、あまりそこにいても迷惑をかけてしまうと思うんであればごめんなさいって言って次に行けばいいですけれども。でも、もしもんもんさんがしばらく家庭で子育てに忙しかったりしてですね、外に出る機会がなかったとしたら、きっとどんな世界であれ、家にずっといるよりは、もんもんさんにたくさんの刺激と学びと、そして自分の足りないところを鍛錬してくれる、訓練してくれる環境を与えてくれるはずなんですね。その時に大切なことは何か。自分の愚かさを知って、巧みにその場で活躍している人、賢き人に付き従うということです。どんな職場にも、そこの職場でできる人っていうのがいるんですね。その職場で意地悪な人もいます。その職場に愚痴をずっと言い続けている人もいます。親切な人もいれば、親切そうに見える人もいます。全然ぶっきらぼうに見えて、でも心ある人もいます。いろんな人たちがいます。けれども、その職場で自分が最も信頼できる人、仕事ができる人、そういう人を慕って真似をし、教えてもらう。ももさんの年齢になると、私と同い年っていうことなので、どこかの仕事にね、そのパートで行くにせよ、お仕事、正社員にせよ、勤めに行くと、自分についてくれた上司が、自分よりずっと年下だったりすることもあったりします。自分の子供と変わらないぐらいの年齢だったりすることもあったりします。でも、こんな年齢が下の人の言うことを聞かなければいけないって、変なプライドを持ったり、恥ずかしがったり、かっこつけたり。そうすると、伸びなくなってしまいますね。年齢のことは忘れて、世間知らずの仕事ができないこんな私に、新しいことを教えてくださる。そして、自分が手際の悪いことをしてたら指摘してくださる。注意してくださる。で、そういうつもりで、賢き人たちに付き従う。そのようなつもりで今から自分を鍛えていこうっていうつもりで、お金のためだけじゃない自分の成長のために一歩を踏み出すのであれば、必ず良いことがあり、悪いことはない。最後になりましたが、勇気を持って一歩を踏み出そうとしているもんもんさんに、職場に行って賢い人に付き従う時の心得をお伝えしたいと思います。以前もこの一問一答でも紹介をさせていただいているんですが、日常五心という五つの心です。はいという素直な心、すみませんという反省の心、どうぞという謙譲の心、私がやりますという奉仕の心、ありがとうございましたという感謝の心。この五つの心を持って
アルバイトに行こう。仕事をしよう。賢き人につき従おう。そう心に決めて、器用に喋れなくていいんです。はい、すみません。どうぞ、私がやります。ありがとうございます。この5つの単語を、その場その場に合わせて、すぐ使う。使い続ける。気の利いた言葉なんか言えなくてもいいんです。この、はい、すみません。どうぞ、私がやります。ありがとうございます。5つの言葉だけです。賢き人につき従い、この5つの言葉を自分の口から発しようと。この5つの言葉だけ、まずは使えるようになろう。それだけで十分通用します。嘘だと思うならやってみてください。余計なこと話すから失敗するんです。器用に立ち回ろうとするから失敗するんです。でも、はい、すみません。どうぞ。私がやります。ありがとう。この5つの心を持って、賢き人の指摘を受けて、自分の成長の場と思って働きに行く。きっとその先に、良きことが待っているはずです。応援しています。